皆さんこんにちは、とこママ情報局です。9月に入っても今日もねまだ35度を超える猛暑日ということで、もうねすでにね本当に汗だくなんですけれども、そんなね暑い日でもぜひとも参拝したいなと思う神社がありまして、今日はね神奈川県の相模原までやってまいりました。今日参拝させていただく神社は相模原市に鎮座する神殿稲荷神社という神社です。このね神殿稲荷神社、そのお名前の通り稲荷神社なんですけれども、今日はこの神殿稲荷神社に面白い境内社があるということでね、そちらもちょっと参拝したいなと思っているんですよね。なんでもなくし物探し物が見つかると言われているという境内社なんですよね。さあ一体どんな神社なんでしょうか。それではこれから参拝に上がりたいと思います。昔から交通の要所であった八王子道、今も多くの車が行き交っています。ありましたね。はい、赤い鳥居ですね。神殿稲荷神社の石碑が立っています。赤くてすごく綺麗な鳥居ですね。で、鳥居のこの石碑の横には道祖神が祀られています。石像もありますね。で、この道祖神のね由来もこちらの方にちゃんと説明書きがあります。口延神殿講という講があるんですね。もともとは村の教会を守り、悪霊や疫病の侵入を防ぐ祭の神としての役割が大きかったのですが、時代とともに縁結び、旅行安全、子孫繁栄、安産、子どもの守り神など多様なご利益があるとされるようになりました。はい、それでは鳥居をくぐって境内にお邪魔したいと思います。境内は大きな広場がありますね。先ほどまでね地元の方でしょうか、ここでねゲートボールを楽しまれていました。で、あそこはJR 横浜線が通っていてね、時々電車が通り過ぎていきます。結構大きな木もねたくさんあって、境内としてとっても古いんじゃないかなという感じがしますね。そして二の鳥居もあります。結構ね背の低い鳥居なのでかなりかがんでくぐる感じになりますね。ここは社務所ですね。はい、今日は閉まっています。こちらはご神木、クスノキでしょうかね。かなり太いご神木です。失礼いたします。神殿稲荷神社は文政元年から開拓の始まった淵延神殿の鎮守者として創建されたと言われています。この御本殿神殿稲荷神社のご祭神は宇賀の御霊の命。神殿開発の折、やはり五穀豊穣の神様をお祭りされたのですね。創建当時の御社殿は消失してしまいましたが、昭和の時代に御社殿、そして御本殿の大井殿も建立されました。もともとこの辺りは広大な原野であったため、一旦草に囲まれると方向がわからなくなり、行方不明になる人も多かったので、見晴らしの良い小高い山を築き、鐘や太鼓を叩いて探したことから、その小高い山は
夜回山と呼ばれました。夜回山については後ほどご紹介します。はい、ご本殿をお参りしましたので、境内社をね参拝していきたいと思います。でまずこちらにですね、ちょっと変わったお名前の神社があるんですね。見えるかしら、桑子鉾神社という神社なんですけれども、桑子鉾ってね、どういう意味があるんでしょうね。境内社としてはかなりね立派に祀られていますけれども、天照の大神様と竹三和地の御が祀られている、そういった境内社になります。もともとは旧陸軍兵器学校の敷地内に祀られていましたが、終戦後にこちらに遷座されました。開運福徳のほか、竹三和地の御のご神徳として勝負運向上や勝利祈願のご利益があるとされています。はい、次に参拝させていただく境内社は今日のメインともいえる、神社になります。こちらなんですけれども、はい、ここにね看板がありますね。夜回山、相模原市の文化財登録されている、そういった境内社なんです。はい、こちらの境内社、この夜回山の山頂にはですね、今熊神社っていう神社が祀られているんですけれども、昔から行方不明者がいるとき、探したい人がいるときにこちらの神社をお参りすると必ずまた出てくるというね、そういう言い伝えがあることからね、夜回山、この山の上でねその行方不明の方とか物を呼んだっていうね、そんな言い伝えがあるんですね。面白いですね。それではこの夜回山ちょっとね登ってみたいと思います。見てください、ちゃんとこんな木の看板も神殿稲荷神社の夜回山なんていうね登録史跡、そういった看板も出されています。はい、失礼いたします。山と言いましても7メートルほどの小高い丘ですね。はい、でもこの丘はね、その昔創建当時からあったっていうことなんですよね。不思議。はい、御社殿が見えてきました。こちらもね神明造りですね。はい、今熊神社です。特に私は今探し物があるわけではないんですけれども、せっかくなのでこれからもね物をなくさないようにとか、探し物が必要な時にね必ず出てきますようにっていう、そんなお参りをしたいと思います。この今熊神社は人探しのご利益があるとされる八王子の今熊神社から誕生されました。八王子には今熊山という山があり、やはり夜回山と呼ばれていたことがあるそうです。はい、この夜回山の山頂に立つ今熊神社なんですけれども、すごいエピソードがありまして、以前小惑星探査機はやぶさが突如消息を絶ってしまったんですね。信号が送られなくなってきてしまって行方不明になってしまいました。そんな時にそのはやぶさのプロジェクトのリーダーだった方がこちらの境内社に毎日のようにねはやぶさが見つかりますようにとお願いをされたそうなんです。そうしますと無事はやぶさからの信号が復活してはやぶさが見つかったっていうことがねあったようなんですよね。それもこれもこの今熊神社のご利益があったんじゃないか、ね、そんな風に思えるようなすごいスケールの大きなエピソードですよね。で、その小惑星宇宙探査機はやぶさですけれども、せっかくですね今日は相模原の淵野辺まで来ましたので、実はこの神社の近くに、JAXA の宇宙開発研究所相模原キャンパスがありまして、一般の方がね見学もできるんですよね。今日はそちらにも足を運びたいと思います。
はい、神殿稲荷神社から車で10分ぐらい、藤延の駅からですと歩くと20分ぐらいちょっとねかかるところなんですけれども、やってまいりました。こちらですね。はい、宇宙科学研究所です。はい、ここ JAXA の、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構なんですね。はい、相模原キャンパスと言われていまして、一般の人もね見学ができる施設なんです。はい、ですでに私も受付を済ませまして、こういった見学者証をいただいて、でまたちょっと外に出てねこうやって撮影しているんですが、これから見学交流棟の方にね、入りまして、中の施設見学させていただきます。失礼します。相模原キャンパスは1989年4月に旧宇宙科学研究所の中心施設として開設されました。ここではロケット、人工衛星搭載機器の基礎開発、先端宇宙科学実験棟などが設置され、大学院教育など次の世代の育成も行っています。全長30メートルもあるロケットの実機模型、迫力ありますね。こちらは交流棟、探査機や人工衛星、ロケットの模型などが展示されています。そしてこの相模原キャンパスで小惑星探査機はやぶさとはやぶさ2が開発されました。これがはやぶさ2の模型。このはやぶさ2ははやぶさに続いて世界で2例目のサンプルリターンに成功。そのニュースは世界中を駆け巡りました。館内ではそのドキュメンタリー映像も見ることができます。映像も撮影配信 OK とのことでしたので、しばしご覧ください。いかがでしたか？映像がとても感動的で、なんだかうるうるしてしまいました。さて、映像の中にも登場されたはやぶさ2のプロジェクトメンバーも、先ほどご紹介した今熊神社にはやぶさ2無事帰還のご祈願をされたそうです。その願いが通じ、はやぶさ2は偉業を成し遂げました。この今熊神社が JAXA の相模原キャンパスのすぐ近くにあったというのも、何か運命を感じますね。そんなはやぶさのふるさと JAXA 相模原キャンパス、今もなお宇宙開発の最先端研究が行われ、普段見ることができない実験棟を見学できるツアーでは、月面の地形や照度環境を模擬できる宇宙探査フィールドを見せてもらうことができました。ローバーなどが動くような実験の様子は見ることはできませんが、着々と月面探査計画が進められていることを目の当たりにできる実験棟には本当に興奮しました。はい、館内も見学しましたので、それではですね、お腹も空いたところで食堂の方にね行ってみたいと思います。一般の方もね利用できるんですね。嬉しい。こちらですね。生協店舗営業中。なんかね、お土産屋さんとかもあるみたいなんですよね。こっちが多分売店で、こっちでしょうかね。あ、ここだ。あ、すごい。いろんな
スペシャルカレー、ベースカレーでおります。毎週水曜日限定スペースカレーっていうのありますね。これでしょう。スペシャルメニュー。うわ、充実してますね。宇宙のカレーこの日はなんとちょうど水曜日。着せずしてスペースカレーを食べられることになりました。やった。ここは言ってみれば社食学食、職員の方のための食堂ですが、一般の人も利用できるんです。ということで水曜日限定のスペースカレーがこちら。このカレーソースは国際宇宙ステーション ISS の長期滞在者用の食事としてハウス食品が開発し、 JAXA が承認したスペースカレーと全く同じレシピで作られたもの。宇宙カレー、どんな味がするんでしょう。早速いただきます。実は私大の宇宙好き。宇宙の謎や星のこと、宇宙開発の話など日本神話と同じくロマンを感じます。だからこの相模原キャンパスずっと来たかったんです。神殿稲荷神社からここにつながるとは。そしてこうして宇宙カレーを食べられるなんてとても嬉しいです。さてそのカレーのお味は、辛さと甘さのバランスがとてもよく、またコクもあって美味しい。宇宙では味覚が落ちるらしいので少し濃いめの味付けらしいのですが、それがコクとして感じられてとても美味しいです。次にトッピングのカツ。これがサックサクで柔らかいんです。脂っこさも全然なくて軽くて、なんならカレー以上に美味しくて感動しました。濃いカレーに合うようにさっぱりに仕上げられているのかも。他にもタイミングが合えばイベントメニューを味わってみたいです。ごちそうさまでした。お昼12時頃からは職員の方が続々とお昼ご飯を食べにいらっしゃるので、一般の方はできれば早めの時間にお邪魔するのが良いかもしれません。また売店では JAXA 相模原キャンパスのオリジナルグッズもたくさん販売されています。欲しいものたくさんありましたが、今回は宇宙食やクリアファイルなどを記念に購入しました。着物姿はかなり浮いていましたが、今回撮影配信の許可もいただき、全面的にご協力くださった JAXA 相模原キャンパスの方々に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。神殿稲荷神社と JAXA 宇宙開発研究所相模原キャンパス、いかがでしたでしょうか。この相模原キャンパスの方は実験棟の方ですとか、展示室になっている交流棟の方もすごく充実していて楽しめました。夏休みも終わって平日にもかかわらず本当にね、たくさんの方が訪れていました。そして神殿稲荷神社の境内社夜回山の今熊神社、探し物がなくなってもお願いすると見つかるというね、そんなご利益のある境内社はやぶさ2とのねエピソードっていうのはこれからもね、ずっと語り継がれていくんじゃないかなと思いました。どうしてもね探し物を見つけたいという方、なくし物があるという方はこの神殿稲荷神社の夜回山登って参拝されてみてください。そしてその後はね、ぜひ、JAXA の、相模原キャンパスの方もね見学訪れてみてください。本当にね、とっても楽しめました。食堂もあって売店もあってね、お土産も買えますし、私もね一日たっぷり楽しむことができました。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。